こんにちは、くさんです。こういう動画でね、喋ってるのめちゃくちゃ珍しいなっていう感じだと思うんだけど、普段配信ばっかりだからね。8デラックスがさ、新しく DLC が出ますよと発表があって、48コース増えますよで話題になってると思うんだけど、その新コースの追加が2023年末まであると。要は、この8デラックスであと2年ぐらい、ほぼ丸2年遊べますよっていうお知らせだと思うんだけど、その2年間をもっと快適にもっと快適にこのゲームをやりたいなって僕は思ってて、コースが追加されるだけじゃなくて、機能的に直してほしい部分がね、かなりぶっちゃけあるので、ちょっと今回は動画にして語ってみたいなと思って今録音してます。2年間も期間があって、かつ新コースの追加だからたくさん人が戻ってくると思うのよ。マリオカート8デラックスに新しく入ってくる人もいるだろうけど、だから多分その期間内に何らかの修正が入ってもおかしくはない。個人的にこのゲームをマジでやり込んじゃっている一人の人間として、多分こうした方がいいんだけどなって思ってる特殊な部分もあると思うから、ちょっと今回はね、そういう部分を話せればいいかなと思ってます。で、1週間くらい気になったところ、これ追加されたら熱いんだけどなみたいなのをスマホのメモにね、メモし尽くして、そのリストがあるんで、ちょっと欲しいもの順ではないんだけど、読んでいこうかなと思う。でも早速一つ目言うんだけど、バーサスにタイマーを表示してほしい。これは本当に欲しい。レース系じゃん。この世のあらゆるレース、競馬でも陸上競技とかでもいいけど、ああいうのってやっぱタイムが出るじゃん。だから普通に欲しいわ、右上に。マリオカート Wii の頃と一緒で。で、本音を言うと、サンダーがさ、レース開始から30秒で出るようになるじゃん。だからそういうのを視覚で見れるようにしてほしい。20秒でクラクションが出始めて、30秒でサンダーが出始めて、サンダーが1回振った後に30秒経たないとサンダー出ませんよみたいな、秒数で制約がアイテム周りにかなりあるから、その辺を視覚で分かりやすくなるようにしてほしい。分かってるんだよ。任天堂が初心者と上級者の差を広げるようなことはしたくないっていう方針というかスローガンとかそういうのがあるのは分かってて、例えばマリオカート8でアイテムが2つ持ち廃止1つ持ちになったじゃん。あれの理由が確か公式サイトの記事かなんかに載ってたけど、初心者と上級者の差を広げたくない、埋めるようにシンプルな構造にしたいっていう意図のもとを1つ持ちになったんだよ。確かに。だからそういう意図があってタイマーを表示してないのであれば別にいいんだけど、ただ世の中変な人もいて、コース中の曲が流れてるじゃん。あれで30秒分かる人だっているわけよ。ドルミのテレンテ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 レンテ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 レンテ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 レンテンテンテンで30秒っていう覚え方をしてるような変な人も世の中にはいるから、そういう点では初心者と上級者の差は、むしろタイマーがないことによって広がるのではって思う。で、2つ目がキラー中とか被弾中にバックミラーを見れるようにしてほしい。現状の8デラックスってキラー中と被弾中バックミラーの X ボタンを押しても後ろが見えない仕様になってて、これかなり不便なんだよ。キラーで敵を抜いた後に抜いた敵がアイテム確定してなかったりして、後ろ見て確認したいのにっていう場面がかなりある。あと被弾中もキノコを持ってる状態で赤コーラを受けた後に被弾中に後ろが見れればもう一個赤が来てたらこのキノコ使わないっていう場面が結構あったりして、一か八かでキノコ復帰したらもう一個赤あってもう一回死ぬみたいなことを防げるし、めちゃくちゃ欲しい。でこれまた Wii の話するけど、Wii の頃はキラー中も被弾中もバックミラーは見れたはず。確かあれはかなり便利だったから8デラックスでもぜひ欲しい、常々思う。で3つ目、展開アイテムの回転速度を上げてほしい。これもマジ今作の展開アイテム、バナさんとミドさんと赤さん、防御アイテム系の回転速度が遅すぎて、あらゆる攻撃アイテムが貫通するのよ。例えば置いてあるバナナとかミドさんをかけてない状態で持っていたとしても余裕で踏むし、反射緑も余裕で通るし、赤コーラも全然通ることがあるし、回転速度これ上げてくれれば多分そういうストレスがなくなると思うね。ただ欠けてるミドさんでカーブ中に赤コーラが防げないっていうのをカートのデメリットとか、ドリフトタイプのバイクのデメリットだと捉えるのであれば、逆にハングオンバイクの長所でもあるわけで、ハングオンバイクがミドさんのうち2つが欠けたミド1
でも赤コーラカーブ中でも余裕で後ろ投げで消せますみたいな、そういう強みを意図したものならまあいいわ。 OK。 まあ8デラックスってその全体的に自分に飛んでくる系のアイテムの速度がすごく上がってて、赤コーラの追尾も速ければ、反射緑もちろん速いじゃん。でバックスナもカートの感性が乗らないまま後ろに発射されるから相対速度すごいことになってるし、そういう攻撃系のアイテムがスピード速くなってるのに展開系のアイテムの展開スピード、回るスピードが遅くなってるっていうのは、それは貫通しやすくなるよねっていう感じなんで、これもまた Wii の頃とねかなり違って、 Wii の頃は回転スピードもめちゃくちゃ速くて、もう基本完全に守りますよみたいなアイテムだったんだけど、今作の展開アイテムはそういう安心感が全然ないね。これは自分がパタテン使ってるからっていうのもあるかもしれないけど、少なくとも僕はパタテン使っている時間よりもワルハンナ使っている時間の方が長くて、ワルハンナ乗ってる時でも感じてたから、これは上げてほしいかな、回転スピードをぜひとも。4つ目、ラグをなんとかしてほしい。これちょっと投げやりなんだけど、ラグをなんとかしてほしいです。どっから現れたね。振り子から現れたぞ今の。ベイダー硬いよ、だから合わせようかな。走りなんだけど、生きてるねイザナミ、ああ開眼してる、開眼してます。ただスイッチというゲーム機で12人対戦でフレームレート60出ます、オンライン対戦可能ですっていうゲームで、今のラグ差が限界な気もするんだよね。その性能的にハードのこれ以上改善できないんじゃないのっていう気もするのよ。そうなった時に敵プレイヤーがワープして見えるとか、そういうのが直せない、これが限界ですっていうのであれば、ラグによって起こる被害側を直すしかないと思ってて、例えばラグ押しってあるじゃん。自分視点ではもうすごいめちゃくちゃな勢いで押されて場外まで吹き飛びましたという時があっても、相手の視点、押してる側の相手の視点から見たらもう全然押してないけどねっていう視点、片方がラグで完全に押されてるっていう状態がかなりきついと思うの、ラグの被害の中でも。だから例えばその被害に対して押しを全体的に弱くするとか、押しを全体的に弱くすればラグによる被害もかなり減ると僕は思う。このゲーム押し合いがね初動でめちゃくちゃ起きやすいゲームだけど、押された時の減速幅っていうのが他のマリオカート作品、マリオカートシリーズと比べてめちゃくちゃ大きい。ものすごく減速する。これ僕の個人的な考えなんだけど、マリオカート Wii があれだけゲームスピードが速くて面白いって神格化っていうとあれだけど、でも実際面白かったから、あれだけ持ち上げられているのって押しがそんなに強くなかったからなんじゃないかなと思うの。他のカートとか他のバイクは知らないんだけど、ファンバウですよ。ファンバウがカーブ中に他のファンバウに当たった時にほとんど減速しないじゃん。あれめちゃくちゃストレスないのよ、押しに関して。それがあれほど持ち上げられていたマリオカート Wii のゲームスピードが速くて面白い部分、ストレスが少ない部分、マリオカート8デラックスにない部分だと思うの。だからマリオカート8デラックスは多分押しを Wii 張りに弱くして押されたことによるデメリット、減速をかなり少なくすれば、なんかゲームスピードがすごく上がったように感じると思う。だからラグの根本的な対応はもちろん欲しいかもしれないけど、それによって起こる被害に対する対応さえしてくれればめちゃくちゃマシになるんじゃないかなとは思ってる。あとは押しが弱くなったら多分軽量強くなるしね。軽量が多少やっていけるようになるんじゃない？その重量が現状強すぎるっていうのも多少調整される可能性もあるよね。だから押しを弱くするっていうのはなんかすごいいいことずくめのような気がするよ。で5つ目、警告の表示上限を増やしてほしい。これはよく言われる無警告赤とか無警告キラーとかの原因になってる部分で、キラーとかが後ろにいるときに画面の下の方にキラー来てるよっていうマークが出ると思うんだけど、あれが確か2つだか3つだかまでしか出ないんだよね。警告ないじゃん。そのせいで例えば後ろにスター3人いたら赤コーラ飛んできても赤コーラの警告出ませんとか起こってて、割と理不尽味があります。直してください。6つ目、ゴーストのダウンロード上限を増やす。これはめちゃくちゃ言われてるね。現状48コースタイムアタックのランキングがあって、でもそのワールドレコードも48個あるわけで、
でも落とせるゴースト、ダウンロードできるゴーストが一度には16体までしか保存できない。これ結構不便で、そもそもどこでダウンロードしたかも覚えてない状態で、ダウンロードしたゴーストを探して消しに行かなくちゃいけないんだよね。これ結構不便。普通に不便。だから、上限を増やすか、消すゴーストを探しに行かなくても、なんか一括でゴーストが消せるような機能が欲しいなとは思ってる。でもね、ぶっちゃけ、ここ修正来ると思ってて、僕は。ちょっと前にさ、めちゃくちゃ長いマリオカート8デラックスのメンテがあったじゃん。あれのメンテで使えなくなった部分っていうのが、オンライン対戦とゴーストのダウンロード周りなんだよ。あれ多分、ゴーストのダウンロード周りに修正を入れて実際動作してるかっていうのをテストしてたんじゃないかなと思ってて、だからダウンロード周りに何かしらの修正が来ると僕は踏んでる。来たら嬉しいね。7個目。カスタムの追加とステータスの調整をしてほしい。これは結構要望よりかな。要望よりなんだけど、よく言われるのが、悪い字しかいないと。悪い字しかいないし、花ちゃんしかいないし、パタデンしかいないし、全部ローラータイヤですと。これはぶっちゃけ僕からしたらもういいことなのよ。煮詰まったんだなっていういいことであるんだけど、見栄えはもちろん悪いよね。見栄えは悪いし、環境に変化が欲しいわ。僕は。普通に。なんかもう、割る花を使うこと、割るパタを使うことって、テニスでラケットを使うくらい普通のことだと思ってるんだけど、やっぱ一般からするとそうじゃないから、一般的な人から見たら、全員同じじゃん、気持ち悪いっていうのが率直な感想だと思うから、そこを直すためには、多分、人の好みによって割と使い分けがされるようなキャラバランスとカスタムバランスが求められると思う。ステータス調整はね、かなり難しいとは思う。現状のターボの性能はいじらずに、例えば、なんだっけ、B ダッシュだっけあの辺のスピードだけ高くて、重くて、でもターボ値弱くて、加速値弱くて使われてないカスタムのスピードをめちゃくちゃ伸ばすとか、そういう壊し調整を僕は望んでる。もうこれ配信でもしょっちゅう言ってるけど、スリックタイヤのスピードをプラス 3.0 するとか、そういう壊し壊しの調整すら僕は求めてる。ターボ値という概念、ステータスが強すぎるからね。そのぐらいのことをしないと多分、現状の一強環境は崩せないんじゃないかな。やっぱね、いろんなゲームを見てて思うのは、なんでいろんなキャラを使われるかっていうと、人の好みとか、人のこれが得意とか、そういうビビタルさでキャラの選択肢が変わってくるようなキャラバランスをしてるからこそ、いろんなキャラが使われてるのであって、現状、もう、悪花で全部事足りてるんだよね。だからそれ以外使わないの。当然の話だけど。だから、なんかいい感じにしてほしいわ。ごめん。丸投げだけど。カスタム追加っていう面で言えば、ハングオンバイクを性能を別に出してあげてほしいとは思うね。僕はハングオンバイク使わないけど、なんであんなになんであんなに性能が制限されてるの？パタテン性能のハングとか、花ちゃん性能のハングとかあってもいいと思うんだけどね。次、8個目。細かいバグを修正してほしい。これは、そのバーサスに影響があるようなバグを全体的に修正してほしいかな。有名どころで言えば、床のすり抜けバグとかね、床のすり抜けバグで言えば、ねじれマンション、骨、それから、チクタクの赤尾歯車なんかも、最後の赤歯車のジャンプアクション台が3打受けてる状態だとすり抜けたりするから、これは直してほしい。あとは、キラーが勝手に落ちる場所があるバグとかね、新虹のインを攻めすぎて勝手に落ちるとか、DKJ のトランポリンにキラーが乗れなくて突っかかってそのまま落ちるとか、火山のグライダー周辺で動く床に惑わされて、で向こう岸に渡れないでキラーが勝手に落ちるとか、あれは直してほしいね。キノピオハイウェイのボックスの表示がバグってるよね。あれはシングルボックスの見た目してるけど中身ダブルボックスですっていうのがあるから、あれは見た目ダブルボックスにした方がいいし、駅湾の上り坂でトゲが突っかかる。これも直してほしいよね。これ結構邪魔だからね。邪魔だしタイミングずれるし。あとはブーメラン周りのバグを直す。投げて戻ってきた時に手持ちのアイテムがバグることがあるの。例えばブーメラン表裏に赤コーラ持ってる時にブーメラン投げました。で赤コーラが上書きされることがある。これ発生条件ぶっちゃけそんな詳しくないんだけど、実際に起こってる動画とかも YouTube とか Twitter とかに上げられたりしてて、これは直してほしい。あとは無敵アイテムを使った瞬間から無敵判定にする。これあれだよね。無敵アイテムスターを使っ
った瞬間にスター使ってんのに被弾するっていうバグだよね。テレサもそうだけど、テレサ使った瞬間に被弾して透明になってる状態でサンダー受けたりするじゃん。あれはなんかアイテムを押した瞬間から無敵であってほしいよね。他にもちょっとメモってるんだけど、かなりどうでもいいところだわ。GBA マリサのスタートラインに設置してるダッシュボードのダッシュで濃い緑色のダートでドリフトができないとか、これ多分あんま知られてないんだけど、この辺は別にいいわ。とにかくすり抜けバグとかマジでやばい実践で起きうるバグは直しておいてほしい。9個目、匿名のフレンド部屋を開けるようにする。これはだいぶ自分でも全然煮詰まってないところなんだけど、こういうのがあったら捨ていらな程度のものなんだけど、現状のマリオカートって全員が全員わかるじゃん。全員が全員わかるじゃん。前に走ってる人が誰々、後ろに走ってるのが誰々とかわかるじゃん。それを完全にわからないような設定ができたら、初めてこのゲームに公平性が保たれるんじゃないかと思う。っていうのも、特に個人戦の話だけど、特定の誰かを狙ったりとかがこのゲームめちゃくちゃ簡単にできちゃうじゃん。公平性的にどうなのって思うのよ。僕よく大会とかで、僕はしたことないんだけど、潜伏ってあるじゃん。自分の普段使ってるフレンドコードじゃないフレンドコードと普段使ってない名前で出て完全匿名状態で大会に参加するっていうやつ。あれを全員がやること、全員が潜伏をすることだけがこのゲームにおいて唯一公平にレースをする方法だと僕は昔から言ってて、それがゲーム内の機能でできるようになったら e スポーツとしてもそういう方向に持っていけるような試合ができるんじゃないかな。なんか具体的な機能としては、例えばだけど、ルームに入った時点では全員の名前に見えますと、普通に。で、レース中の表示名が全部わかりませんと。例えばキャラクター名にしちゃうとかね、悪い字っていう名前しか表示されないようにしたりして、あとはリザルト画面だけ登録名、ミーの名前が表示されますとか。であれば、レース中に特定の誰かを狙うみたいなことはできなくなるよね。ただ、問題点普通にあって、個人愛とかで特定の一人がめちゃくちゃ点取ってますと。その人を抑えないと、その人が優勝で決まっちゃいますと。そういう場面でその人に対して攻撃をするのって普通に正当なことだと思うの。それができなくなっちゃうよね。それができなくなっちゃうのは、問題だと思う。微妙な気がしてきたな、なんか。でも、別のゲームになるよね。相手が誰であっても自分がちゃんと点を取るゲームになるよね。特定の誰かに勝ち越せるようにするゲームじゃなくて、自分が点を取るゲームになるよね。それはそれで正しいんじゃないかな。12人が自分の勝利を目指して走る以上、特定の誰かを狙ったりする妨害行為はゲーム性を破綻させるし、そこを防げるという点ではやっぱりあった方がいいとは思う。が、実際導入するときに大会運営側はめちゃくちゃ考えなくちゃいけないね。あったら面白い程度に考えておくか。配信してたら意味ないじゃんみたいなところもあるかもしれないけど、それは配信者側がいくらでも対策できるからね。別のゲームとかでもよくあるけど、配信にディレイを入れるとかね。あくまでゲーム内でそういう機能が入るのが大事だと思うわ。10個目。ガチレートの追加。これはあったら絶対におもろい。100おもろい。具体的には、マリオカート8のレートが 99,999 が上限になった時のレート変動の野良ができたらめちゃくちゃ面白いと思う。現状のレート戦、バーサスレース、世界の誰とでも国内の誰かとみたいなやつって経験値制レートじゃないですか。その1レースごとにレートの増減の合計がプラスになるようになってて、やってれば絶対にレートが上がるっていう仕組みじゃん。そうではなくて、完全にプラマイゼロにして1500スタートで全員が1500ポッキリ持ってる状態でスタートして、全部の部屋でレートのプラマイの合計がゼロになるような対戦モードがあるだけで、そのレートにかなり価値があるものになると思う。具体的に2000から強い、何千から強いみたいなのは全然わかんないけど、多分相当面白い競い合える場合になるとは思うな。8の頃そうだったしね。当時修正が来るまでは上限が9999で、急に99,999になったんだけど、9999から始めて11000乗ったらめちゃくちゃすごいみたいな環境だったのよ。カーストっていう概念がないマリオカート Wii のレート戦みたいな感じで、かなり面白かった記憶があるんだけどな。それが8デラックスでできるようになったらめっちゃ面白いと思う。ラウンジが廃れそうな気もするけど、それはそれで悲しいけど、でも公式の用意したものでやれるのが僕はベストだと思ってるから。しかも手軽だしね。12人集まる必要もない自動マッチングだから。あったら嬉しいな。できたら嬉しい。
めっちゃ面白くなると思うな。で、ここまで10個がね、僕がこれからのマリオカートに求めることなんだけど、ここからはめちゃくちゃ個人的な要望を話していくわ。こうなったら多分おもろいくらいの温度感で聞いてほしい。一つ目。散らばったコインを即座に拾えるようにする。何それって思うかもしれないけど、このゲーム敵を攻撃したらコインが3つ散らばるじゃん。あのコインって散らばった瞬間から取れるわけじゃなくて、散らばってバウンドしてコン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 って3つが停止した状態から拾えるようになるじゃん。あれ、空中で拾えてよくない？空中で拾えたらさ、僕さっきも話したけど、ゲームスピード上がると思うんだよ。そのゲームスピードが速いのって面白さに直結すると思ってるから、難易度にも直結するんですけど、そういうスピーディーさを僕は求めてる。コインがね、空中で拾えないのってね、割ともやるというか、ああ、これ拾えないんだっていう、すり抜けるからね。だから、即座に拾えるようになったら面白いと思う。二つ目、アイテムボックスを割った後に、次にアイテムが取れるまでのインターバルを短くする。もしくはなくす。これもう何言ってるのっていう感じだと思うけど、パパッと2つ割っちゃうと1つしか取れないじゃん。これやってる人しか分かんないと思うんだけど、ある程度間隔を空けて2つ目を割らなくちゃいけないじゃん。あれのインターバルをなくしてほしいわ。なくてよくない？気使わなくちゃいけないしさ、面倒な部分だと思うんだよね。ただ完全になくすとさ、シングルボックス同士が近いところだったら、シングルボックスの間通るとダブル取れちゃうことになっちゃうから、だから、完全になくすのがいまいちなのであれば、ちょっとだけインターバルを設ける。ほんのちょっとだけ。ほぼ同時割りのシングル2枚は割れないようにするとかでもいい。これをなくすと何がいいって、横割りする必要がなくなる。例えば、砂漠の1のアイテム、なんか6つくらい並んでたと思うけど、あれ、左端のアイテムから右端のアイテムまでキノコで駆け抜けると、ちょうどインターバルが端っこと端っこのアイテムとかで空いてて2個割れるんだよね。だから逆に言えば横割りしないとキノコを使って2個割れないのよ。そのせいで後続が後ろの人たちがボックス全部割られてなくなるっていうのを受けるわけで、なんかインターバルが短ければなければ横割りする必要もそんなにないんだけどなって思う。これもまたゲームスピード改善にもつながるよね。で3つ目、テレサで盗むアイテムをランダムじゃなくて盗めるアイテムの中で最も強いアイテムを取るようにしてほしい。やっぱね、テレサって理不尽なのよ。このゲームのテレサってめちゃくちゃ理不尽要素の一つだと思ってる。1位でテレサに防御取られて負けたり、初と構えでキノコ取られて負けたり、あとはなんだろうな、トゲゾを受ける瞬間にクラクション取られて負けたり、もう何百回とそういうことを僕は受けてますけど、それもまた面白さとは思ってるけど、理不尽ではあるよね。どんだけ上手くてもそれで負けてしまう。だからより実力が出る、腕が出るようにテレサの設定をいじるのであれば、規則性を持たせた方がいいと思う。その規則性を理解して取られないように立ち回るっていうのができるようになるから。今でもコインをさ、表に持って裏に防御を隠してテレサケアだなんてやるけど、それでもやっぱ取られてきつい時はきついから、規則性が何かあった方がいいと思う。で、その中で提案したいのが、提案っていうか、どの立場なんだよって感じだけど、僕がいいなと思ってるのは、盗めるアイテムの中でも一番強いアイテムを取ってくる。だから、自分が8位でテレサ引きました。で、テレサ使おうとしてますっていう時は、1位から7位までの表のアイテムを見て、で、アイテムをランク付けしておいて、そのランクが一番高いアイテムを持ってくる。例えば、6位敵がスター持ってます。4位敵がめっちゃ運搬してキラー持ってます。だったら4位敵のキラーを持ってくるとかね。テレサ強くなりすぎる説はあるけど、テレサが強くてもいいとは思うんだよ。取られる側が辛すぎるんじゃダメだと思う。4位でキラー取られたらそれはきついけど、いや、4位でキラー持ってんだから仕方ないっていう思考になるはずなのよ。盗めるアイテムの中で一番強いアイテムを取るっていう仕様がちゃんと分かってれば。そこで読み合いが出るよね。あ、これ絶対取られるじゃん、先使っとこう。みたいな。絶対裏のキラーは100取られるから、運ぶしかね、使う寸前にようやく表にしようみたいな夢になってくるよね。僕は環境の変化が好きだから、そういう部分楽しめると思うけど、実際これが実装されたところで面白いゲームになるかどうかはちょっとわかんない。テレサが強すぎて運搬が廃れて、前が強くなりすぎて面白くなくなるかもしれない。そこはちょっと補助しかねるけど、何かしらの規則は持たせた方がいいと思う。あとそうだ。最初の8個目で話した細かいバグは修正してほしいのところなんだけど、バグっぽいけど直してほしくない部分っていうのもあって、察しだよね。皆さん察してる通り、
ジャイログライダー、まあ、あと、高速緑、あと、ロングキラー。この3つは、直さないでください。直さないでくださいと思ってます。この3つはね、マリオカートを面白くしてる要素だと思うから、個人的には残してほしい。マジで。面白くない？普通に。グライダーがくっそ速くなるとか、緑コーラめっちゃ速いとか、特定の場所だけだしね、キラーめっちゃ伸びるとか。それが、もう戦略としてすでに受け入れられてて、普通に利用されてて、それが割と面白い環境になってるから、個人的には直してほしくないかな。まあ以上かな。この辺ですね。まあこれまでいろいろ話してきたけど、ぶっちゃけね、もう48コース追加されるっていうだけで、この辺が修正されなかったとしても、もう余裕で楽しめますね。こんだけ言ってきてなんだけど。でもまあ、せっかく2年間もね、このゲームが追加コンテンツも含めて遊べるのであれば、冒頭でも言ったけど、僕はもっと快適に遊びたいから、この辺はいじってくれると嬉しいな。まあね、48コース追加されるならいいんだけどね。本当にこれが正直なところだわ。Wii 好きな僕と、パタデン使ってる僕のポジショントークみたいになっちゃったかもしれないけど、まあちょっと許してほしいわ。これが本音なんで、もう本当に本音のところなんで。じゃあ今回は以上。ありがとうございました。